酒なんか自分でルール決めて飲むもんだからさ、はい、自由だよ酒なんて。今日は、このグレンリベット12年、ちょっとテイスティングしたいなと思います。まずこの一番最初に感じるのはこの樽の甘さで、この甘さっていうのはこのバーボンの秋出る、バーボンダルから来るこの柔らかい甘さで、最後にこうフィニッシュに残るチョコレートのような感じの少しこうビターなチョコレートを感じる、で非常にバランスが取れてる、この12年、多分このグレンリベットの中でも一番核となる、12年、これを基準に熟成感を感じたり、18年、14年、15年いろいろあるけど、これが一番スタンダードなんで、これを、確かにこう初心者の方とか、あとはもうウイスキーいろんな飲んでる方なんかは、ここに行き着きそうな、ここから始まってここに最後戻ってくるような、ウイスキーとしてのこれはもう完成度はちょっと高いなと思ってるウイスキーの一つなんで、これはもうロックでも水割りでも、ソーダ割り、要はハイボールみたいなのでも、非常にどんな場面でも楽しく飲めるような感じのウイスキーですね。でちょっとずつこう時間が経って開いてくるとまた少しテイストが変わってくるっていうか、さっきより全然甘さが出てきてるっていうか、心地の良いウイスキー、心地の良い甘さ、かといってこうシェリーダルのグッとした渋みからくるような甘さっていうのよりは、もう本当バーボンダル特有のバニラのような甘さ、チョコレートのような甘さ、そういうのを感じる一杯ですね。テイスティングするときに、マスターこう回して、開いてくるって表現をしてたと思うんですけど、それはどういう効果があるんですか？効果があるって、このソワリングっていうんだけどね、こう回してあげるってね、これはもう空気に触れさせて攪拌させるっていうかね、とにかく空気に触れて、アルコールの中に眠ってるような香りとか甘さとか、渋みとかそういうのをこう出してあげるっていうか、要は目覚めさせてあげるみたいなね、そういう、でもウイスキーワインなんかもそうですしね、少しアルコールがあるものっていうのは少しこう空気に触れさせると、要は一緒に、酸化とはちょっと違うんだけど、それにちょっと限りなく近いような空気に触れさせて、この本来の眠ってるものを目覚めさせるような、そんな効果があるっていうかね、スワリングっていう俺なんかはもう全体に広げようかなって口の中に、隅々までほら甘さ感じたり苦さ感じたり酸味感じたりすると、要は舌の中でバラバラなわけじゃん、別々な場所があって、そのところそのところっていうかだからそこにちょっとずつ行き渡らせるように、ただうがいするみたいにぐちゅぐちゅってやるのはまたちょっと違うんだよ、その上顎にいっぱいくっつけりゃいいってもんじゃないし、だからその下の上にうまく乗っけてあげて、その、いろんなところを見てあげるっていうか、隅々まで見てあげようかな。でも普通飲む時そこまで考えないけどな。ただほらテイスティングってなるとさ、やっぱその表現の仕方とか、そいつこのウイスキー本来の
どんなウイスキーなんだろうってちょっと知りたい時はやっぱ興味があるからさ、はい、ちょっと隅々を見てあげようかなと思うけど、喉だけで飲むよりはちょっと舌の上に乗っけてちょっと味を少し一段階下まで見てあげるっていうか、だからまあ口に含んだら、ちょこっとこう舌の上に、軽く乗っけてあげるっていうか、やってみな。はい、ありがとうございます。お水もね用意しとくわ。じゃがいもが酒弱いですからね、僕は。酒も弱いからな。酒もね。ありがとうございます。じゃあちょっと僕もちょっといただいてみますね。一回まず先にお水飲んでからはい。一回こう皿の状態にしてやるっていう。ああ、はい。まあペースティングなんか大体そんなもんっていうかさ。はい。そうそう。口の中ちょっと一回水で洗ってあげるっていうかさ。まあ左利きだもんな。あ、そうなんですよ。だからこうスクリュー巻いてあげるみたいな。そう。ああ切ったね。そう。まあそれで空気に触れさせて。はい。甘いですね。甘いってチョコレートじゃねえんだからまあでもこの特徴は確かにそうだね、甘さをまず感じるっていうのはもうウイスキー特有の、バーボンなんかもっと甘かったりするしさ、僕多分そのマスターみたいにこう上手に表現はできないんですけど、ただ飲んだ時の優しさだったりとか、甘さ、でこう本当にこう僕みたいに飲みつけてない人間でも、美味しいなと思える、そういうウイスキーだな。そうだな。まず優しさを一番に感じてほしいね、リベットっていうのはね。なんかやっぱりどっか奥が深そうなっていうか、優しさ、あとはきめの細かさ、みたいな感じ。なんか主張があるようでないようでっていうかさ。そうですね。はい。年数が違うと味もだいぶ変わってくるんですか。そうだから例えばこの18年、なんかもうほらもう見た感じ色が違うじゃない。ああ、違いますね。ただこれ熟成感からくる色の違い、もしくは樽の違いみたいなのがあるから。これもちょっと18年も飲んでみようか。いいですか。もうこんな飲んでたの？すいません。結構飲めるね。ありがとうございます。いける口だね。今度18年をテイスティングしたいと思います。なんかちょっとやっぱシェリーダル香があるっていうか、でもやっぱバーボンの良さもあるな。やっぱなんかこうギュッとこう鼻がキュッとなるようなシェリーの、感じがあるね。ジュース。ああ、うまいね。そうだね。まず一番最初に乗っかった時にこう幅が広いね、味の。狭いところから広がるんじゃなくて、もう最初からこうドーンと幅が広いっていうか、やっぱこれ熟成感だね。ただ古い酒だなって感じじゃなくて、あとやっぱこうシェリーダル、特有のこう舌に乗った時にこうキュッとこう少し締まるようなっていうか、渋みじゃないけど、それを感じるね。でそこからぐーっと広がっていって、戻ってくる感じはもうやっぱり余韻が長いね。シェリーダルの香りがするっていうのは、シェリー酒の秋ダルで熟成したからっていうことですか。そう、秋ダル。でも秋ダルってでも空いたやつに入れるわけじゃないから、そいつを引き上げて、乾燥させて、また削って、それから樽組み直して、だからシェリーダルってもうなんかそのまま空いたシェリーダル、シェリーが入ってたやつ、そのままウイスキー入れてるわけじゃないから。そうだね、ちゃんと 2,3 年干して、それからまた作り直して、ただその割にはよく出てるっていうかさ、またどんどんシェリーっぽさが出てくるね。そしてやっぱりこうボディの厚みみたいなのを感じるね。はい。
その緊張しなきゃいけないテイスティングする、ただ酒飲んでるだけだからな。はい、うん、でみんなそうだけどさ、こんな緊張して酒なんか飲むもんじゃねえし、はい、うん、とにかく楽しく美味しく、無理しないこと。じゃあ心配だよ。気軽にいただきます。気軽にいただけよ。でちょっとこのチョコレートもちょっと食べてごらん。これ俺のチョコレートだから。ありがとうございます。こういうのちょっと口に含んでちょこっと、もうそんな一気に入れる必要ないから口にはちょっとさ、うん、そうだからチョコレートはもうとにかく万能だよ、ウイスキーに対して。うん、でちょこっと口に含んで中でこうなんていうのかな、ウイスキーボンボン作るぐらいのなんかウイスキーチョコレート作るみたいなさ。このまだチョコレートがあるうちにいただきます。はい、ちょこっとね拾えよそこは。ちょっとだけちょこっとね。失礼しました。うん、昭和のギャグだよ。あ、美味しい。美味しいよな。めちゃくちゃ美味しいです。そうだな。だから本当なんていうのかな、ご飯と海苔みたいな感じすんじゃん。なんか永遠にいけちゃうんじゃないかって思うけど、行き過ぎたら危険だみたいな。丼飯3杯食っちゃうみたいなさ、そんな感じじゃん。でそもそもこの18年が12年の時に感じたピリピリするような刺激が全くなくて、なんかすごいもっと優しさがマシマシな、そうだな、はい、優しさマシマシだな。はい、あんまりうまく言えなかったんですけど、油マシマシみたいだな。あんまり美味しくなさそうですね。そうだな。でもやっぱりこのウイスキーっていうのは、そういう年数によって樽によって全然違うから、まあ別にそんな細かいことまで自分で気にして飲む必要はないけど、ただこういろんな角度で味を見てあげる、別にストレートで味わわなきゃいけないってわけじゃないから、こういうのもソーダ割りで味の違いを見てみるっていうのも面白さの一つだし、自由ですね。そうだな、自由だよ酒なんて。酒なんか自分でルール決めて飲むもんだからさ、そんなにいちいちストレートで飲まなきゃとか、むしろ18年そうだって言ったらこっちはやるなみたいなさ、そんな贅沢な、どっから来たんだろうこの人みたいなさ、そんな感じも覚えるぐらいだから、もうとにかく酒を自分のスタイルで飲むっていうのは一番自由に飲むっていうのが一番いいんじゃないかな。いいですね。それで美味しいなと思えばいいんじゃん。ごちそうさまです。美味しくて全部飲んじゃいました。で一番のポイントはね、まあこのウイスキーこうやって飲むじゃない。そしたらこの最後、このグラスについた最後ってのはこれ本来の、ここなんだよ。みんななんか終わって、ごちそうさまでしたって言うけど、これグラス下げない方がいいね。次の出てくるまで。下げないで、これ香ってる、これが本来のなんかウイスキーの良さ。ありがとうございます。この最後グラスのについてる残光っての。わかるだろう。こいつなんだよ。めっちゃいいですね。ここが一番俺はウイスキーのテイスティングの最後の楽しみっていうか、グラスにこう香りがついてるっていうか、それこそ本当チョコレートじゃないけど、そうだろう。そいつ例えば一番ポイントで表現するんだったらそこだね。だからそれをちょっとテイスティングのコツって言ったら変だけど、やっぱ結局味もそうだけど香りっていうのが一番重要になってくるから、それでなんかこう差別化ができるっていうか、これと全然違うんだね。ただ贅沢にやるんだったらここにグラスにウイスキー入れてこうスワリングして、捨てて、香りセレブみたいな感じ。セレブって違うか、バカ野郎だよね。テイスティングってのはもう最初、色見てさ、香り嗅いでさ飲んで、最後このグラスについた、その香りが一番いいんじゃないかな。そうですね。それでこう完結するっていうか。今日はこのグレンリベット12年18年、本当にこう代表的なグレンリベットのウイスキーですけど、それをテイスティングしました。以上です。いつもご視聴ありがとうございます。ちょこっと重ねられたのはちょっとどうしようかと思いましたけど。なんでいいだろう別にそれは。すいません。じゃあ本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。はい。また見てね。安っぽい感じだな。来週もまた見てくださいね。